サイコガンダムの系譜 MRX009 サイコガンダムは地球連邦軍のニュータイプ研究機関の一つである村雨研究所で開発された機体であるとともに、並行する形で研究が進められていた強化人間の専用機としてサイコミュシステムを搭載したニュータイプ専用大型可変モビルアーマーである。機体全高は40メートルという同時期に運用された MSZ006 ゼータガンダムの約2倍に相当する巨体を誇り、機体各部に搭載されたメガ粒子砲によってニュー香港の街を短期で火の海に変えてしまうほどの圧倒的な火力を有している反面、その巨体ゆえに運動性能は非常に低く、パイロットとなる強化人間の不安定さとサイコミュシステムの完成度の低さから容易に敵モビルスーツの介入を許し、行動不能もしくは撃墜されてしまうという脆さも併せ持っていた。そんなサイコガンダムの開発経緯は宇宙世紀0081年戦争終結頃にまで遡り、系譜の出発点はガンダムタイプにサイコミュシステムを搭載させるという開発コンセプトから始まり、結果的に MSN02 ジオングの設計データを組み込むことで全く新しい新型機として誕生することになる。なお、機体数の多さからこの動画ではMRX009 サイコガンダムの系譜とし、MRX010 サイコガンダムマーク2の系譜は別の動画で解説します。 MRX シリーズの誕生と開発経緯。宇宙世紀0081月1日一年戦争が終結すると、地球連邦軍はジオン公国軍が所有していたニュータイプ研究機関フラナガン機関やモビルスーツ技術に携わる施設を解体接収するとともに、多くのジオン公国系技術者やモビルスーツモビルアーマー技術を吸収して引用することで、地球連邦軍再編計画の一端を担うモビルスーツの開発を前提とした兵器主導の礎を確立させていく。この中でもサイコミュに関連するニュータイプ研究の分野においてジオン公国に遅れを取っていた地球連邦軍は、入手したサイコミュ技術の研究のため宇宙世紀0082 4月にアジア圏内の日本国内に村雨博士が代表を務める村雨研究所を設立。これに伴い村雨研究所ではサイコミュの研究に加えて、サイコミュを搭載した新型モビルスーツモビルアーマーの開発、戦争孤児を利用した強化人間の育成実験などが同時進行で開始される。地球連邦軍は一年戦争時代、当時のジオン公国軍のモビルスーツをはるかに凌駕する性能で圧倒的な存在を示したモビルスーツ RX78 にガンダムとそのパイロットでありニュータイプであるアムロレイに注目。ガンダムタイプにサイコミュを搭載するプランを村雨研究所に依頼し、初期段階として優先式誘導ビーム兵器を装備した MRX00 にニュータイプ専用プロトタイプガンダム MRX003 ネティクスが開発される。このネティクスはオーガスタ研究所でアムロレイ専用機として開発されていたニュータイプ専用試作モビルスーツ RX78NT1 アレックスの発展型であり、オーガスタ研究所から村雨研究所へ引き渡されたことで新たな型式番号 MRX003 が付与されることになる。ネティクスが背部に装備する優先式誘導ビーム兵器は優先式ビーム砲の技術を流用したニュータイプの脳波による遠隔誘導操作を目指した優先式ビットであったが、この段階ではビット兵器の小型化が実現できず、モビルスーツに匹敵する大型兵器の搭載は機体バランスが低下するという技術力不足を露呈したことに加えて、パイロットとなるニュータイプはおろか強化人間の確率さえままならない状況だったため、運用データや試験データが全く取れなかったことから、一年戦争終盤に確立されていたジオングと同じ優先アーム式のサイコミュ兵器が採用されることになる。宇宙世紀0087 1月20日、ティサーンズが開発したガンダムタイプモビルスーツ RX178 ガンダムマーク2がロールアウトを果たすと、ガンダムマーク2をベースに最強のガンダムの実現というコンセプトのもと開発された MRX007 プロトタイプサイコガンダムが誕生。このプロトタイプサイコガンダムは19メートル級という従来のモビルスーツサイズと変わらない機体に、地球連邦軍のモビルスーツ開発技術に加えてジオン公国系のサイコミュシステムの搭載、前述のジオングなどに採用されていた優先式誘導兵器を導入するというガンダムマーク2ニュータイプ専用試作型のガンダムタイプジオングなどを統合した現存する全システムを搭載。一説によればエグザムシステムを搭載した
RX79BD1 ブルーディスティニー1号機の開発に使用された技術も流用されているとも言われている。ハイブのバックパックにはこれらのビーム並走とサイコミュシステムを稼働するための大型ジェネレーターが搭載され、各部ユニットに接続されたエネルギー供給ケーブルが露出している。胸部には1社ごとに再チャージが必要となる拡散メガ粒子砲を搭載し、両腕部には優先誘導式ビーム砲が固定装備されていたが、再チャージ中の出力不足や連射性の低さなどが問題とされており、全部乗せに等しいこの機体は極度の運動性能の低下とパイロットに極度の負担がかかるというサイコミュシステム自体に問題を抱えていたため、模擬戦の最中に機体が暴走、味方機に撃墜されるという最後を迎えることになり、宇宙世紀0096に本機の回収型であり、サイコミュシステムナイトロを搭載した MRX007X ザナドゥが実戦投入されている。このザナドゥはプロトタイプサイコガンダムと外見的な違いは特にないが、バックパックをナイトロユニットに換装し、ユニットに接続されたサイコミュによる遠隔誘導が可能な高出力大型火器3連装ハイメガ粒子砲、両腕部のサイコミュハンドの機能を向上させるために炸裂ボルトとアイフィールドジェネレーターを搭載した追加装備サイコミュセスパスを装備。ナイトロユニット側にも2機のアイフィールドジェネレーターを搭載させたため、防御力が飛躍的に上昇し、長年の研究をかけて完成したナイトロは外部装置としてユニット自体にパイロットが登場するというモビルスーツに匹敵する仕様に至っており、サイコミュの安定化も図られている。サイコガンダムの誕生。19メートル級のモビルスーツに現存する全技術を集約し開発されたプロトタイプサイコガンダムは、設計に無理があったこと、サイコミュシステム自体に問題があった点を踏まえて、村雨研究所は新たに新規設計された MRX シリーズ8号機の開発に着手。その機体が MRX008 サイコガンダム試作8号機であり、村雨研究所は前回の失敗に基づいた上でモビルスーツサイズに技術的機能を集約することを断念し、大型の可変モビルアーマーにサイコミュシステムをはじめとするこれらの機能を搭載させることで機体の安定化を図るという開発プランが進行していくことになる。このサイコガンダム試作8号機はその巨体と白いカラーリングから開発者たちからは冷蔵庫という愛称で呼ばれており、胸部には3連装式の拡散メガ粒子砲を装備。プロトタイプサイコガンダムに続く試作機としてサイコミュシステムのテストも兼ねた運用がなされていくが、システム自体が未完成だったためサイコミュに問題を抱えており、再び機体は暴走。試験段階において何人ものテストパイロットとなる被験者が犠牲になっていったとされ、その犠牲者の中には機動戦士ガンダムに登場したミハル・ラトキエの弟ジブラトキエもいたとされている。これらの犠牲とサイコガンダム試作8号機で得られた運用データ、サイコミュシステムの小型化を実現できなかった結果、40メートル級の機体に機動性能向上のため大気圏内浮遊システムミノフスキークラフトの搭載と可変機構を備えた MRX シリーズの完成形 MRX009 サイコガンダムがロールアウトを果たすことになる。パイロットには戦争孤児として村雨研究所に引き取られることになり、失った記憶を蘇らせることを条件に強化人間の被験者となったフォウ村雨が務めている。このフォウという名は本名ではなく村雨研究所の4番目の被験者ということを意味しており、一年戦争で家族と記憶を失った彼女は宇宙世紀00716月29日に生まれ、カミーユとの出会いの時点で16歳。戦争孤児時代は今日という名を名乗っていたということ以外は謎とされている。サイコガンダムの開発とフォウの調整が完了したのと同時期に、地球上での反地球連邦組織カラバの大型輸送機アウド村を追撃するためティサーンズから要請を受けた村雨研究所は協力を受諾。北米大陸を脱しニュー香港へと到着したアウド村を撃墜するため、サイコガンダムとフォウ村雨の初めての実戦投入が行われ、その後改良と改修を終えたサイコガンダム2号機と再調整されたフォウがティサーンズのキリマンジャロ基地防衛のため投入されている。なお初期段階では前述の通りガンダムタイプにサイコミュシステムを搭載するという開発コンセプトで進められていたが、少なくとも8機に及ぶさまざまなプロトタイプや試験機によるテストを繰り返した結果、サイコガンダムの基本設計はガンダムタイプとは大きくかけ離れ、 MSN02 パーフェクトジオングを含むジオング系列の機体に行き着いている。ガンダムとは言えない機体構造でありながら
ガンダムの名を冠し、頭部もガンダムタイプを象徴する V 字型アンテナにデュアルセンサーを採用しているが、これはガンダムの後継機という名目がなければ上層部から開発予算が下りなかったからとも言われている。サイコガンダムの機体構造。前述の通り、最終的にジオングの機体構造をもとに開発が進められたサイコガンダムは、脱出分離機構を有する頭部にコクピットとメガ粒子砲の発射口を搭載し、後頭部のヘルメット下部にはスリット状の脳波電動フィールド発生柵が備え付けられていたとされ、全天周囲モニターを採用したコクピット内部にはサイコミュ機器が増設されているため、従来機のものよりも複雑化した仕様になっている。技術的な要因から大型化を余儀なくされたサイコミュシステムは、パイロットであるフォウの脳波コントロールによって火器管制から機体制御までを行い、パイロットのパターンデータをインストールしておくことで外部から機体を遠隔誘導させることも可能になるなど、制御系の全てがパイロット用に最適化されており、巨大なサイコマシーンとして優れた性能を有していた。しかし悪魔のマシーンとも呼ばれた本機は、フォウのニュータイプ能力を拡大させるため、過度のストレスを強制的に与えるとともに負荷をかけることで精神を極限状態に持っていき、戦闘を強制。パイロットであるフォウ自身もサイコガンダムの一部であり、パーツ扱いという仕様になっている。これらの機能や運用方法が本機の不安定さを招き、ニュー香港での戦闘では結果としてフォウの官能波によって機体がコクピット内の制御を逸脱するという動作不良を引き起こしたことから、キリマンジャロ基地防衛に投入された2号機では基地内から遠隔誘導によってサイコガンダムを制御するサイココントロールシステムが試験的に採用されることになる。腕部にはウェポンベイトパワージェネレーターを搭載し、巨大ながらマニュピレーターでモビルスーツを捕獲できるほどの正確性と柔軟性を併せ持つ機能を有するとともに、脚部は重力下でも機体の大重量を支える頑強性と安定性を持ち、ふくらはぎ部には可変用のシャフトギアが露出。モビルアーマー形態時の浮遊状態を安定させるミノフスキークラフト用の粒子変更器を搭載するなど、モビルアーマー形態における重要な機構になっている。またバックパックには2機の大型メインスラスターを搭載し、モビルスーツ形態時にはミノフスキークラフトが機能しないものの、メインスラスターと股間部にマウントされた浮遊用スラスター、機体各部の姿勢制御用バーニアによって短時間であれば浮遊も可能となる。サイコガンダムモビルアーマー形態。グリプス戦役時代における大型モビルスーツに可変機構を備えた先駆けともいえるサイコガンダムは、可変モビルアーマーに分類される一方で、機動要塞を意味するモビルフォートレスとも呼ばれ、大出力のメガ粒子砲とアイフィールドジェネレーターを搭載したことにより、高火力と高い防御力の獲得に加えてマッハ 0.5 を維持しつつ最大滞空時間320分という圧倒的な制圧力を誇っている。その巨体ゆえに変形に要する時間は他の可変モビルスーツよりもかかると言われているが、アイフィールドの搭載と堅牢な装甲のため弱点にはならず、機体の一部のみを変形できる機構も備わっている。さらに運用の際にはガルダ級超大型輸送機スードリにも収容できないため、ワイヤーで牽化されて運搬されるとともに、サブフライトシステムによる移動手段もできないため、機動性や運動性は低いものの、モビルアーマー形態での飛行能力はサイコガンダムにとって重要な機能となる。サイコガンダムの武装。サイコガンダムは40メートル級の巨体を一化し、機体各部に大出力のメガ粒子砲を搭載。3万キロワットを超えるジェネレーターから繰り出される高出力のメガ粒子砲は、短期で複数の敵機を撃墜、拠点防衛攻略に特化した仕様に仕上がっており、サイコミュシステムを介した火器管制によってパイロットの官能波をダイレクトに攻撃へと伝達できるため、的確な命中精度と視認から攻撃までの素早い反応を実現。頭部の額部には2機の頭部ビーム砲を装備。各マニュピレーターの先端にはエネルギーキャップ方式の指部ビーム砲、胴体部の腹部に2機、腰部に1機搭載したジェネレーター直結式の大出力ビーム兵装3連装拡散メガ粒子砲を搭載しており、指部ビーム砲は収束式の5連装ビーム砲として運用されていた。頭部ビーム砲と指部ビーム砲はモビルアーマー形態時にはそれぞれが収納されるため使用不可となる。サイコガンダムの兵装の中でも最大の火力を誇る3連装拡散メガ粒子砲はモビルスーツ形態とモビルアーマー形態での併用が可能となっており、全面放射のみに限定された兵装ではあるものの、
近距離・中距離隊に対して広範囲の拡散ビームを展開することが可能となる。また左腕部のウェポンベイにはモビルスーツに匹敵する大きさの専用シールドを装備しており、ガンダリウム合金などを使用した複合構造式のシールドであるとともに、モビルアーマー形態時にはミノフスキークラフトのサブデバイスとして機能したと言われている。 NRX055 バウンドドッグ。このバウンドドッグはグリプス戦役末期にティターンズ主導のもと開発が行われたニュータイプ専用可変モビルアーマーであり、ティターンズ総司令官バスクオム大佐が編成を推進したニュータイプ部隊、強化人間部隊への配備を想定し開発された機体である。開発基地はニュータイプ研究所本部だが、 NRX044 アッシマーや ORX005 ギャプランなどの開発で知られるオークランド研究所が中心となって開発が進められたと言われており、サイコミュシステムの技術を村雨研究所やオーガスタ研究所が提供しているとともに、ジオン公国軍の MAM07 グラブロやジオングを参考に設計・開発がなされている。そのため機体制御にはサイコガンダム2号機にも採用されたサイココントロールシステムを搭載しており、機体外部からの遠隔操作を可能にするとともに、パイロットの意識を制御下に置き戦闘を強制するサイコウェーブ発信機能を搭載。ジオング系列の流れを組みつつ、サイコミュシステムと機体の設計思想はサイコガンダムに酷似しており、一説によればMRX010 サイコガンダムマーク2の支援機としての役目も担っているとも言われている。サイコミュの最終調整はオーガスタ研究所で行われ、カラーリングの違う試作型が3機ロールアウトを果たしており、試作1号機がグレー、試作2号機がレッド、試作3号機がイエローを基調としたカラーリングに仕上がっている。これらの機体はコクピットや機体の仕様が若干異なっており、強化人間部隊の1人ゲーツキャパ専用機である1号機のコクピットには複座式リニアシートが採用され、両機となる機体の監視や制御を行うオペレーション機能を搭載し、同じく強化人間であるロザミア・バダム専用機となる2号機にはサイコガンダムと同様のサイコミュシステムによる制御機能を集約したコクピットになっている。また劇中では未登場であったジェリドメサ専用機となる3号機には機体制御プログラムを変更し、一般兵でも運用できる仕様に仕上がっていたと言われている。なおジェリドはニュータイプであるという説も存在しており、媒体によってニュータイプであったりオールドタイプだったりという位置づけではあるものの、ファンの間ではニュータイプに覚醒する前のオールドタイプという見方が強くなっている。バウンドドッグの性能。モビルアーマーへの変形が可能なバウンドドッグはサイコミュシステムを搭載する関係から機体全高が 29.7 メートルという大型可変モビルアーマーであるが、40メートル級のサイコガンダムに比べたら10メートルものダウンサイズを果たしており、変形時には上半身を巨大なスカートアーマーに収納し、物合いをマウントした特殊形状の左腕部で固定。両脚部が近接格闘専用のクローになると同時に、着地体制時の脚部としても用いることが可能となり、重力化、宇宙空間問わずに高い機動性を発揮できるなど優れた汎用性を持つ機体となっている。武装に関してはニュータイプ専用機でありながらビットなどの装備は搭載しておらず、左腕部のアーマー内にマウントされ内蔵されたクランクアームで保持する高出力ビーム兵装拡散メガ粒子砲に加えて、標準装備となるビームライフル、ビームサーベル、さらに近接格闘専用のクローなどを装備。高い火力と近接戦闘を両立させたバランスの良い機体になっている。サイコガンダムの TR 計画への影響。 TR 計画とはティターンズが立案し主導することで進められた次期主力兵器開発計画とされ、トライアル計画、トランスワール万能化換装システム、トライステラーの略称である。この計画は単一の目的だけでなく、パーツ換装による万能化、汎用性の獲得を目的とした万能化換装システムの確立、さらにはティターンズ地球連邦軍が独自にモビルスーツの新規開発を推し進めた結果、機種数の乱立、それに伴う整備性の悪化が発生。それらを改善しメンテナンス性を向上させるための機種統合計画など複数の概念と目的を持った計画が TR 計画であり、真の目的は前述の思想に加えて、人類は広大な宇宙でもう一度生まれ変わり新しい世界へ旅立たなければならないという思想に基づくさまざまな技術的概念と言われている。そして万能化換装システムの複雑な運用機能をバニスと呼ばれる
強化人間人格対応 OS によって制御している。この計画における最終目的はガンダム TR6 インレと呼ばれる最終決戦兵器を完成させることであり、このインレを完成させるために TR1 から TR5 までの複数の実験機で運用試験が行われ、そこから生まれた強化パーツや専用装備は TR6 におけるオプション装備として採用されることになり、そこで培われたノウハウや開発データ、オプション装備の全てを集約し搭載した機体がインレである。 TR 計画の最終形態であるインレは TR 計画の集大成にして TR6 の究極形態と言われており、このことからもわかるように TR6 とはモビルスーツ単体の故障ではなく、ガンダム TR1 ヘイズル、バイザック TR2 ビグウィング、試作アッシマー TR3 キハール、 TR4 ダンディライアン、ギャプラン TR5 ファイバーといった TR シリーズ全てをまとめ上げ一つに集約した兵器体系のコードネームであり、コアモビルスーツとなるガンダム TR6 ウンドロートを核に戦況やミッションに応じて強化パーツユニットを装備し、絶対的な強さを持つ機体を完成させることが可能になる。この TR 計画が誇る規格外の拡張性を生かし、ジオングの後継機や NZ000 クイーンマンサなどの想定される巨大モビルスーツに対抗するべく、サイコガンダムの代替機としてガンダム TR1、ギャプラン TR5、ガンダム TRS ヘイズルフレアなどにサイコガンダムの巨大な腕部、脚部を乾燥させたギガンティック形態が存在している。またギガンティック形態に限らず TR 計画における乾燥形態は緊急脱出ポッドの完成形プリムローズ2、 TR 計画の万能時空家と呼ばれるフレーム構造ドラムフレームを用いた G パーツの完成形フレドド2を介することで多種多様でありながら規格統一されたモビルスーツ群を誕生させている。 RX121-2P ガンダム TR1 ヘイズルアウスラギガンティックアームユニット装備、ガンダム TR1 ヘイズルアウスラに装備させたフレドド2を介してサイコガンダムの腕部を装備させた武装形態、フルドド2の強化型ウインチキャノンなどの武装展開に加えてロングブレードライフル、サイコガンダム腕部に内蔵された5連装ビーム砲を搭載し、サイコガンダムの腕部が使用されているもののサイコミュシステムは搭載していない。 ORX005 ギャプラン TR5 フライルーギガンティックアームユニット装備、グリプス戦役時にティサーンズが開発したハイスペック可変モビルアーマー ORX005 ギャプランにガンダムタイプのセンサーユニット、腰部に搭載したスラッサーと各種でロングライフルの搭載、両肩部にフレドド2を装備などエリアドミナンス機、つまり領域支配機として改修した機体がギャプラン TR5 フライルーであり、この機体の両肩部に装備したフレドド2のドラムフレームにサイコガンダムの両腕部を装備した形態がギガンティックアームユニット装備形態である。半自動制御によって稼働するこの腕部は5連装ビーム砲としての機能も備えるほか、近接格闘専用アームとしての役目も担っており、さらにはバインダーやミサイルユニットを搭載、サブアームにはシールドブースターやウインチキャノンを装備し、モビルアーマー形態への変形も可能だと言われている。 RX123 ガンダム TRS エルアライラー TR 計画における TR1 から TR5 までの試験開発計画はガンダム TR1 ヘイズルアウスラの完成をもって TR シリーズの各種強化パーツも完成を迎え、それら全てを統合した機体としてガンダム TRS ヘイズルフレアが次世代主力機として正式採用されるはずであったが、万能化乾燥システムのコンセプトの発展と機種統合計画の特性を有する TR6 へと仕様変更が行われることになる。そのため TRS ヘイズルフレアの開発は凍結されてしまうが、 TR6 の開発よりも先行する形で開発されていた地球を宇宙からの外敵から防ぐ門番としての役割を担った機体が存在している。その機体がガンダム TRS エルアライラーであり、素体となる TRS ヘイズルフレアのフレドドに接続される形で、両肩部にはウェポンコンテナ、その下部にはサイコガンダムの腕部と同じサイズのアームユニットをマウントし、 RX123 ガンダム TRS ラブスカトルの護衛随伴機として開発された機体となっている。広範囲を覆うことができるアイフィールドの形成に加えて、装備した実体弾火器による弾幕、迎撃、さらにはエルアライラーとラブスカトルは2機で1組のユニットとなるため、エルアライラーが盾、ラブスカトルが攻撃を担当することになるとともに、
TR 型ジェネレーターを搭載しているため大出力を誇ってはいるものの、活動時間は限定されるためラブスカトルによる補給を前提としている。右腕部ギガンティックアームには4連装機銃とヒートブレード、左腕部ギガンティックアームには3連ビーム砲に加えて大型ビームサーベルの展開、ウィンチユニットも使用可能となる。フロントスカート内部には隠し腕がマウントしており、右肩部ウェポンコンテナに搭載されたバズーカやクラッカーなどを装備可能となり、モビルアーマー形態にも変形可能となっている。その圧倒的な大きさと性能はまさに門番の名にふさわしい仕様に仕上がっており、 TR1 や TR5 で試験的に実装されたギガンティックアームユニット装備形態はエルアライダーでの実装に向けた試験運用であったといえる。村雨研究所で開発された大型可変モビルアーマーサイコガンダムは、地球連邦軍が誇るガンダムタイプとジオン公国軍のサイコミ技術を融合させ、40メートル級の巨大な体躯と圧倒的な火力、堅牢な装甲を誇る機体であるとともに、その設計思想と技術は後年に開発されるモビルスーツ軍へと大きな影響を与える機体となった。以上、サイコガンダムの系譜を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。